すごい簡単だ。まあこう全体にこれが3万円。バサッとこう取れますので。手裁断で作った時に40分ぐらいか。じゃあ行きますよ。スタート。まあざっとですけど、お値段のことあれなんですが、これがまあ定価で本体法政バ法政バーやっております。今日はですね、初の県外ロケということで、広島県福山市にあるナムックスさんという会社に撮影に向かってます。ナムックスさんは自動裁断機を作ってまして、普通自動裁断機っていうとすごくでっかくて高いんですよね。1000万ぐらいしちゃうんで、ただそのナムックスさんが作ってる自動裁断機は小型で値段もリーズナブルだったので、なかなかインターネットで検索してもその情報がそんなにないんで、今回動画を撮らせていただくこととなりました。で、今日は同じインキュベーションの裁断屋さんをやっている藤原さんの車で連れてってもらうことになりまして、ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。どうですか、裁断屋さんにとって自動裁断機なんて。いやもう夢のまた夢ですよね。あれがあると僕たちがいらなくなるんじゃないかっていう話もねあるんですけど。カメラマンにスラメさんがよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。僕も切るときは手のみでやってるんですよ。手のみでやると前にパターンをまず出力するんですよね。CAD で作ったパターンをプリントアウトして生地広げてパターン乗っけて、でどうやって生地の無駄がないのがいいかな、なんかパズルみたいなことやって手でカットするんですけど、それでもうかれこれ1時間ぐらいかかっちゃうんですよ。前にも G ジャン早縫いの動画でコンテさんが G ジャン縫ってくれたんですけど、その時もトータル2時間6分ぐらいかかったらうちのあの時はちょっといろいろおしゃべりしながらではあったんですけど、40分ぐらい裁断にかけてたので、なんか結構裁断に時間と労力と脳みそのメモリ使っちゃってるんで、それをいかに効率化できるかということで期待してます。着きました。ー法政バまあ早速です。コーヒーどうぞ。ありがとうございます。ここへですね、一応メインの1枚切りの裁断機ということで、もう一サイズ小さいクロスキャムいうやつが、それがここには今はね場所の都合でサンプル関係ですともこちらとこちら多いですね。この機械が一番小スペースタイプということではあるんですけど、キャムっていうか自動裁断機ってやっぱりすっごく大きくて2000万3000万とかするイメージだったんで、はい、なかなかこの手軽っていうかこの個人でも導入できそうな大きさと値段っていうのがなくて、やっぱりそういうことでこういうのを作られた。もうおっしゃられる通りでですね、機械いう感じでキャムメーカーが従来ずっと作っていってたことを思うと、電源も 100V でキャスターでスーッと持ち込みして設置して、もう次の日から使ってもらって、納品も1日で設置して2日でご指導で3日目は使ってくださいねいうぐらい、データさえできればもう裁断の方は機械に任しておけるかなという段階まではね今もうできてるんで。向こう側にあるのがこちらですか。そうですね、工場さんで日産100着ぐらい切りたいとかことでなってますよ。すげえいいですかこれ。そうですね。ここへ刃物がついてます。で、その入りますとこんな感じ。それでも今切れてます。で、こういう風にコーナーを切りながら、最初に切り込みを入れて下刃を挿入していうんが、この工程がもう下刃が挿入されてるんで、あとは機械で前進すれば布は切っていきますよという切り方です。向こうの方では減反を自動で回転して投入できますよ。お願
ようにかけておいて、こちらがそこにセンサーがございまして、円単機のほどく装置と似たような機構なんですけども、これであとは緑のコンベヤーを前進させますと、それと連動してほどいた分だけまたこちらが補って入れていく。で耳を合わせてる。耳も、耳揃いもこちらについてますので、耳揃い。右端センサーがこちらについてます。これセンサー右左。平行になるほどなるほど。耳揃い。巻きがちょっとこう歪んでてもまっすぐにまっすぐ。どの機構でそれはやられてるんですか？ここで今右左動けた。カチャ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 。今。ここで調整してるんです。すっげえな。お預かりしてるデータがここへ投影されてるんです。パーツ移動簡単な。今こう全体にパーツを移動させておりますし、あとは必要があれば個別に選択をして。あ、本当だ動いてる。あとは格子を投影して、生地目を事前に確認して、ストライプ生地の歪みとかですね、一目でもうこれですとちょっと生地幅に合ってないっていうのも分かりますし、傷があった場合は傷よけと部品の素材であるとかを切った後ジーンズ切っても大丈夫です。それによって刃を変えるとかも特にない。それは特別ない。隙間って何ミリぐらいあったらいけるとかあるんですか？そうですね、大体2ミリ2ミリ4ミリぐらいの間隔を空けて切られていらっしゃることが多いかと思います。このソフトっていうのはソフト的には弊社の運転ソフトになるんですけど、専用のソフト。終わったよっていう場合はスイッチワンクショットで。ではまた生地栄養の。カチャカチャ言ってるのが耳揃い。カチャカチャカチャ。これな。 3枚ぐらい連続でやってみましょうね。あ、3枚これ動くよ。約ね、1分で7、8%切りますので、これですと2分ちょい。2分ちょい？これ何やってるんですか？今これは目打ち。目打ち？チャッチャッ水色だから最短期に巻き込もう。自動裁断機って吸引したり音が結構大きい音がするものが多いんですけど、こちらの機械はサンプル一室に置いて全然このシステムってこういうそうですね。重ねるとこ。去年ぐらいから一枚引きする裁断機ものすごく例えば夜中寝る前にスイッチ押して面白い。夜中はどうか知りませんけど、昼休憩ぐらいは1時間あればだいたい20枚ぐらい重ねるぐらいを自動で。ああ、そうですか。やっぱり切ってる時に傷みとか生地の目の問題、そういうものをオペレーターの人はどうしても確認しながらいうことで、そういう条件の下ではあるんですけど、機械的には自動ができます。ああ、なるほど。飲める。これ見たから酒飲める。本当に。これが3枚目。すっげえ。ああ、なるほど。バサッとこう取れますので、裁断した口が非常にシャープに、なるほど。こうね、全然ボサついてないっていう確かに。そうですね。切り始めと切り終わりだけはちょっとこうクロスになるんですけど、それ以外の角の部分はこっちのパーツの中にこう食い込みないですし、すげえ。法制バー。今ちょっと試しにあ、はい。掃除機のようにレベルは変えられるんですけど、今はジャックっていう設定値、バキュームの強さを上げると確かに大きな音はするんですけど、
これは中です。あともう一個強。確かに耳に聞く分にはそうなんですね。はい。法政バー前手裁断でタスクした時40分ぐらいかかった。同じパターンでちょっとバキュームあったのはいいかもしれない。弱でちょっと考えさせてもらいます。はい、準備はできましたので、それもいいですか。じゃあ行きますよ。よーいスタート。一枚切りいうことでは世界の中では何社もあるメーカーの中では後発になるんですけど、よそにない機構で、これは買ったそうですね。ほぼですね、刃物を直接ベッドへ当てて切るいうんが世界の標準。そうするとどうしてももうこう年数経つと年数いうか月レベルで交換するというお客さんもあるぐらい傷んでくる。当社のは先1ミリだけここ入れて生地はこの上すくい上げて角刃なんで回転するとちょうどもうこうハサミを微動してシャープに切れる。じゃあ型場ってことですか。型場で研磨を自動研磨をしながら切っていきます。自動研磨もしながら切れ味の確保をしながら、それが消耗品になるんで、大体2週間とか20日ぐらい、素材によって若干研磨の回数とかね変わってはくるんですけど、この角がだんだん丸まってくるんで、そこが替え時かないう2週間に1度ぐらい変えるって感じですか。ものによったら結構使われてるお客さん、ジーンズなんか割と切りやすいんですかね。強粘の打ち込みの強い、言ってみるとシャツのような生地とか、この替え刃って一ついく下目水いうやつと回転刃と研磨の砥石になる分一応セットで7000円ぐらい。電気代もものすごい省エネ型からビニール紙を使うと全部ゴミとして出てきますので、そういうことがメリットかなという、こういう感じですよ。で生地をこう進むと同時にこの斜めなんですくい上げたとこがこうハサミでこう回転ギザギザ、これが丸ご回転することで角張いうことでこう出たり引っ込んだりこうする運動がこうそこへ生地を案内した時にこう切れるでずっと進めていく。目打ち着まではドリルってあって、こっちは目打ちだけなんですか。両方脱着で使いたいという場合には両方つけることができる。コスト的にはチャコがお安いです。チャコの方が安いんですか。ドリルよりコンだけではつかないんですけど、これがくるっとこう回転してるとこがちょっとなるほどポイントですかね。なるほど。これはナムクさん用のじゃなくてですね、あるメーカーさんが企画された商品をうちの方の機械で簡単に取り付けができるいうことでも、でこの回芯が4色ありますから替えができますよと。下に降りるまでなんじゃ。4分6秒。いや早いわ。40分10分の1で。これは楽ですね。何パーツあった20ぐらいです。こういうのがめんどくさいんですよね。これは切れんでしょう。なかなかね。買いたくなった。いやそれは欲しいんですけど。あつきがこれ買うらしいんで。これですか。すげえな。どうにかする。そう聞きたかったんですよ。補助金何が使えるとかってありますか。大体これ機械なんてものづくり
ものづくり補助金、まあ1000万。うん。あ、なるほどなるほど。じゃあものづくり補助金使えばそうですよね。3分の2でした。はい。実際にものづくり補助金で通った例って、はい。ある。まあうちから買っていただいてるのはほとんどてかものづくり。みんなそうですか。キャムはそればっかりでいきますよ。だからそれね自分で書いてたら、はい時間があ、結構それ費やされるんで、なるほどまあもしあれやったらコンサルの方をお願いすれば、はい、あ、それ申請までしてくれるんですか。そうですねあ、そうですか。4台か法政バ岡山小島なんですけど、はい当時は完全柄合わせができるような裁断ナンバーがもうなくなってきてるような現状で、これが柄合わせですか。これ柄合わせ。実はこうやってマーキングカードを動かせるタイミングリアルタイムで合わせるんですか。あ、本当だ、すごい。あ、ついてる。あー、なんかすごい。図面みたい。そうですね、おお、すげえな。あ、なるほどね。まあボールペンの市販のやつが使えるいうとこっぽいですね。素晴らしい。素晴らしいです。大きい。まあ部屋広ければ確かに。横7メーター。まあ8メーター法政バちょっとこっちの、はい、僕、はい。ちょっと超えます。2メーターぐらい。みたいぐらい。はい、横が縦が2メーター60ちょっとぐらいか。ちっちゃいな。ちっちゃいですね。これ卓球台よりちょっと大きいぐらいですか。これも込みで500万円ってことです。このパソコン。パソコンもついてます。ああ、そうですか。でコンベヤ回せばこれで入って。はあ、なるほど。これがまあ結局生地をこの上にセットする。これを押すことによって、はいマット回りますので、あ、なるほど。ずれられて上に上がってずれられて、あ、ちゃんと。ずれて、これが生地が。これ耳揃いはつけれるんですか。あれの体感装置をオプションでつけることもできあ、ます。できるんですね。この円端が一番嫌じゃないですか。まあそりゃそうだ。うん。回ってる。これ近くで。これは近くで。こっちもう来ないんで安全。なるほど。カメラ撮る。蹴りました。みたいな感じかな。静かですね、これ。そうですね。こちらはちょっと先ほどの機械に比べて音が。法政バで、まあざっとですけど、はいお姉さんのことをやれなんですが、これがまあ定価で本体とまあこうオプションがついてるんですけど、はい490で、ほうほうほう。こっちはいろいろもう階端とここまでつけて1070と、まあ約倍ぐらいで、これはまあ、380お、いうのは、ここのサイズがこれではちょっと物足らんかないうとこがあるんで、まあこれは若干大きくもできるんですけど、まあこれを考えられるんだったらこっちをおすすめしたいかないうのは、便利さがもう全然これコンベヤになってるんで、これはもう生地をねどうしてもこう引き出してセットしないといけない。そういうふうに値段は動画内で言っても大丈夫なんですか。まあそれは、まあ、オプションによってもそれと変わります。幅長さでね、あれ、サイまあ目ズ安とオプションで値段は変わってくるので。プロジェクターがフルであったらプロジェクターが一応150万、もある程度まあ実費経費いうのが運送代と据え付け費とご指導するのを少しいただいて、でお客様の方では電気とコンプレッサー、まあコンプレッサーは市販のものを買い求めてもらえば済むんですけど、まあ、電気も一応向こうは3層に100ボルト、こちらも100ボルトなんで電気容量も少ないんで、キャノのいろいろネットで調べても高いとか、値段がそもそも書いてない。書いてもいいんだけど大半書いてないし、我々もいろいろオプションの組み合わせが結構
ジーンズのようなものだけですともうバキュームも多分いらない。あ、そうですか。着目打ちのとこはペンに変えて書くこともできます。ちなみにメンテナンスとかもきっとあると思うんですけど、これってのは買ってそこから月いくらとかそういうのもあるんですか？採用している電気装置であるとか、機械にしてもそうしょっちゅうもう手を入れないと毎日使うのに困るかいうほどの細かい対応もなくなったというか、そういう故障とかほとんどなくなって、積層タイプはね結構事前にねこれですよいうことをいただかなくても何年かしたらメンテナンスしましょうかいうことで、そこはお見積もりさせてもらって、なるほど。緊急の運動いうのは我々も1年間当然保証期間を設けてやってるのでいうところでは、そのメンテナンスを、年間費用をかけていただかなくても、ベストに使える環境があれば、そちらの方が費用が少なくて済むかなということで、直樹さんとしては特にその毎月メンテナンス費用っていうよりかは、故障したりとか、それも貯めておいて次にまたそういうことです。負担が少なくて済む。そうです。実際導入されたらもう自分たちでできる。そうですね。日々のいうのはもう綿細いかね、ヘッド周りをもう掃除してもらうぐらいが、で月に1回ここへ油を2、3滴とかいうとこは1、2箇所あるんですけど、ほとんど使いっぱなしでいいかないうような機械をね、2年であるとか3年であるとかいう節目で費用をかけてもらって部品交換をするべきものは、それらをしても10万円を超えるようなことは少ないです。本当に車検みたいな感じですか？そうですよね。データっていうのは東レのクレアコンポとかああいうそうですね。皿がいいです。クレアコンポでいけるんですか？じゃあパソコンでクレアコンポ使ってデータを作って、それをなんかあっちに移す。間に裁断ソフトがいるんですよ。裁断ソフト。ガーバーフォーマットを打って渡したら、ってことはクレアコンポプラスその裁断ソフトっていうのが必要になってくる。そんな高くはない。そうですか。T とか変換がありますね。あれと同じように。それ大変なんですか？いや大変じゃない。そうですか。読み込んで変換みたいな感じですか？でガーバーフォーマットというのはガーバー社いうアメリカのメーカーが最初に自動裁断機を作ったんですよ。そこで開発されたソフトを各社今機械を動かすいうベース。キャドはガーバー以外にもいろいろできてるんですけど、機械を動かすソフトは最終もうガーバーフォーマットに大体統一して、この一番小さいやつはないんですよ。その P は小さい。これ買え。これもいいなと思ったんですけど、こっちの方がなんか起きやすい。いやそれはもう使い道が全然、もう生地をとにかくまっすぐ出すようにがめちゃくちゃ大変なんですよ。実際はちょっと広幅の生地だとこちらから出すようになりますので、効率が何回もやり替えっていうか、生地をセットし直してようやく1着ができる。タロクのとかこれはこれを買われたお客さんで2代目をこっち買ってくださったお客さんも結構いるんで。そうです。そうか。トルク一番最初に多分このでけえのこれ5台ぐらい買えるってなってる。これでバンバン仕事取ってきてオペレーター1人つけて分回しとったら好きなだけする。本当にそうです。そう時間を買う。引っ越す時の物件もこれに合わせての広さじゃないとダメってことになるんですか？それありきで建物を考える。そうなってますよね。それプラスミシンとか裁断台も一応あった方がいいかなとか考えると、狭い家とかは分解搬入ですね。お客さん3割ぐらいあるかな、分解搬入。ユンが工場ではないとこを若い経営者の人が最初から機械が座る環境がないようなところ、買っていただくと分解搬入できますよと。これ床はですね、プロジェクターがああいうポールに立てて、あっこがもう1ミリ動くと投影が10ミリぐらい狂っちゃうんですよ。それなんでもうできるだけコンクリがいいよねいうことではさせてもらうんですけど、フローリングのとこはありますね。人が歩くと振動するようじゃいけんですけど。法政バー。本社はここですよね。で東京営業所もありますよね。こういった裁断機は東京営業所にもあるってことですか？東京営業所はこれを1台置いて、切るとこは同様な確認が取れるんで。じゃあすみません、お忙しいところいろいろありがとうございました。ありがとうございます。
最後まで見てくれてどうもありがとうございました。少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。